今日はコンソメポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、コンソメポテトを作っていきたいと思います。今回はですね、表面がサクッとして中がしっとりとした美味しいフライドポテトを作っていきたいと思います。今回はですね、こういったじゃがいもカッターといってね、このように波を打っているこちらのキッチン用具を使ってギザギザのポテトに仕上げていきたいと思います。こちらがなくてもね、ポテト自体は作ることができるので、こちらは後ほどね、ご紹介していきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、米粉、にんにく、顆粒のコンソメ、お砂糖、塩、乾燥パセリ、揚げ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもですね。今回使用するじゃがいもの品種はメイクインです。そしてあとはですね、今回じゃがいもに米粉をまぶして揚げていきます。そうすると表面がカリッとしてとても美味しい仕上がりになります。もし米粉がない場合はこちらは片栗粉で代用していただいても大丈夫です。そしてさらにですね、今回はニンニクも一緒に揚げていきます。そうすることでニンニクの香りがついてより美味しいコンソメポテトに仕上がります。味付けに関しましては今回顆粒のコンソメ、お砂糖、塩、こちらの3つで行っていきます。少しお砂糖を加えることでコクが出て美味しい仕上がりになります。もし苦手だなという時はコンソメと塩だけで味付けしてみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥いてください。メイクインはね、表面がつるっとしてるので皮もね、剥きやすいと思います。皮付きがお好みの方はね、皮付きでやっていただいても OK です。その場合はしっかり皮を洗ってね、使うようにしてください。あとは芽があった場合はね、必ず取り除きましょう。はい、このように皮を剥いてください。それではね、残りも同じように皮を剥きます。そして今回はですね、じゃがいもの表面をギザギザにしていきたいので、こちらこういった調理グッズ皆さん見たことありますかね。こちらポテトカッターといってこのように刃の部分がギザギザになってます。こちらでね、ポテトを切っていきたいと思います。もしこういうのがない場合はね、普通に包丁で切っていただいても OK です。ではね、こちらだいたい1センチ弱ぐらいの幅で切っていきます。切るときはね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。切るときはこのように下にね、まっすぐ下ろして切ってください。本当に手を怪我しないようにだけね、十分に注意しましょう。厚みはだいたいこのぐらいですね。包丁で切るときもだいたい1センチ弱ぐらいの幅で切ってみてください。はい、そして切ったじゃがいもに関しましてはボウルの中にお水を張って、そしてこの中に入れておきます。こんな感じです。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、じゃがいもはこのようにスライスします。そしたらこちらをですね、このまま10分水にさらしておきます。そうすることでじゃがいものでんぷんがしっかり出てカリッとしたポテトに仕上がりやすくなります。そしたら続いてニンニクですね。こちらを皮ごと使っていくんですが、このまま一度包丁の腹を使ってニンニクを潰します。軽く潰すぐらいで OK です。この時手を怪我しないようにだけ注意してください。ニンニクの準備はこれで OK です。このように潰していただくとニンニクの香りが油に移ってとても香ばしい仕上がりになります。はい、10分経ちました。そしたら水を一度しっかり切ってください。そして水切りしたらですね、ペーパーで水分を拭き取ります。このようにしっかりね、拭き取ってください。そしたらポリ袋を用意します。口を広げてこの中にまずじゃがいもを入れてください。そしてこの中に米粉を入れます。あとは空気を入れて口を閉じてシャカシャカ振ってください。これで米粉をね、全体になじませます。こんな感じでなじめば OK です。そしたらフライパンの中に油を注ぎ入れます。そこからだいたい1センチから1.5センチぐらいですね、油を入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このまま一度160度ぐらいまで油を温めます。
はい、今160度ぐらいになりました。菜箸を入れた時にじゅわじゅわじゅわっと細かい泡が出るぐらいになれば OK です。そしたらね、じゃがいもを入れていきます。やけどしないようにね、注意しながら入れてってください。全部入りきらない時はね、2回に分けて揚げてください。入れたらあとはニンニクも入れましょう。そしてこのまままずね7分ぐらいですね揚げていきます。温度は160度のまま揚げていきます。ただね、じゃがいもを入れた後は温度がちょっと下がるので、火加減は調整しながらね揚げてください。できるだけじゃがいもが重ならないように揚げましょう。はい、今7分経ちました。こんな感じでね、表面がカリッとしてます。そしたら一度裏返します。今回全体がね、もう油に浸ってる状態だったので、今裏返してるんですが、じゃがいもが表面に浮き出てくるときは時折裏返しながらね、揚げてください。もうね、かなりサクサクしてきてますね。あとはいい感じの揚げ色になって表面がカリッとしたら取り出します。ニンニクはですね、このように皮付きの状態で揚げていただくことで焦げずにね、最後まで一緒に揚げ続けることができます。ここら辺からかな。こんな感じでいい感じの揚げ色になったら取り出します。結構ね、揚げ色がつき始めると焦げてくるのが早くなるので、焦がさないようにだけね注意してください。ある程度ね、全部いい感じの揚げ色になったら火を止めちゃって OK です。こちら取り出します。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。すごくザクザクに仕上がってます。そしたらこちらをこのまま3分ほど一度油を切ります。それでは最後味付けしていきます。まずボウルにコンソメとお砂糖、そして塩を入れます。これで一度ね軽く混ぜましょう。あとはここに油切りしたポテトを入れます。ニンニクも一緒に入れちゃって OK です。そして全体にこのようにしっかり絡めてください。はい、このようになじめば OK です。あとはお皿に盛り付けて最後パセリを散らしたいと思います。はい、これでコンソメポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はね、上にパセリを散らしてます。表面がサクッとして中はしっとりとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。表面がサクサクです。美味しい。中はしっとりとした仕上がりになってすごく美味しいです。そしてコンソメの味もバッチリです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコンソメポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが、今回はメークインを使ってます。他のね、じゃがいもの品種で作っていただいてもいいんですが、メークインの場合は表面がつるっとしてるのと、あとはじゃがいもの目も少ないので作りやすいと思います。そして切り方についてなんですが、だいたい厚みが1センチ弱ぐらいの幅になるように切ってみてください。今回私はですね、じゃがいもカッターといって葉の部分がギザギザしてる調理グッズを使ってます。こちらネットなどでも買えるんですが、もし手元になくてすぐ作りたい場合は普通にね、包丁でスライスしていただいて OK です。その場合もだいたい厚みが1センチ弱ぐらいになるように切るようにしてください。そして今回はね、一緒にニンニクも揚げました。そうすることでニンニクの香りもついてとても香ばしくて美味しい仕上がりになります。こちらは必ず皮ごと使ってください。そしてさらに皮ごと潰していただくことでニンニクエキスがしっかり出るので美味しく仕上がります。皮を剥いた状態で入れてしまうとニンニクは焦げやすいので、必ず皮付きの状態で一緒に揚げるようにしてください。そして今回はですね、表面に米粉をまぶしてます。米粉をまぶしていただくととてもサクサクっとした仕上がりになります。こちらない場合は片栗粉で代用していただいても OK です。ただ片栗粉の場合は揚げてる時にじゃがいも同士がくっつきやすくなるので、揚げる時はですね、あんまりキツキツに揚げない方がやりやすいと思います。そして揚げる時は160度ぐらいの温度でじっくり揚げるようにしてください。じゃがいもの大きさや厚み、あとはどれぐらい一緒に揚げてるかによっても適正な揚げ時間が変わってきます。なのでこちらは様子を見ながらね、揚げるようにしてください。最低でも6分から7分ぐらいはね、揚げていただいた方がいいかなと思います。
ます。あんまり火加減が強いと表面だけがね早い段階から色づいてしまいますので、温度の上げすぎには注意するようにしてください。そして最後裏返してさっと揚げたんですが、この時ね少し火を強めてみてください。そうすることで表面がねよりカリッとした仕上がりになりやすくなります。そして味付けなんですが、今回コンソメポテトということで顆粒のコンソメとお砂糖、あとは塩で味付けしてます。こちらの味付けはお好みでやっていただいて OK です。普通に塩味や海苔塩、あとはブラックペッパーなども美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコンソメポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。